お久しぶりです。ヴィンテージデニムアドバイザー、藤原です。3週間近くですかね、ちょっと空いてしまったので、実はですね、この YouTube はですね、私と他にもう一人パートナーがいまして、そのパートナーが一応映像を撮ってくれてるんですけれども、だからちょっとなかなかタイミングが合わず、ちょっとなかなか撮影ができなかったのでね、すいません。これから、どんどんと、撮っていこうと思いますので、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。いつも僕もヴィンテージ古着をメインで、着てるんですが、今日はちょっと先輩の、ポギーさんですね、小木さんが、T シャツを出しまして、ちょっと今日はこんなポギーさんの T シャツ、今インスタグラムで、そうですね、ちょっと有名話題になってますスケッチブック3さん、その方のイラストで、ポギーさんが T シャツを作ったと、僕も1着、購入させていただいて今日は、着てます。ちょっとヴィンテージのテーラードを着させてもらっては着てますが、こういった合わせ方もたまにはいいかなと思って今日は着てきました。501WX を、メインで紹介させていただいてきましたが、ちょっと久しぶりに珍しい一品が入ったので、ちょっとここの辺で、もう一つ WX の次の年代、いわゆる通称で皆さん501のビッグ E という言い方をすると思うんですが、ちょうど WX ですね、501WX が1966年で一応終了します。私この作ったこの本 501WX の本も最終の WX66 年というところで一応終わってます。その次に出てくるモデルですね、 501WX501 とあと501501という、通称これもダブルネームという呼び名で、ヴィンテージデニム好きな方には、伝わると思うんですが、ちょっと今回これもお店で、毎月入荷してくるデニム見てても本当にここ最近半年に1本入れば、いいかなというぐらいかなりレアな、一品になってきました。色落ちかなり綺麗に落ちてます。もう数がもちろん少ない、上にこういった、素晴らしい色落ちをしているというのもまた珍しいと思います。で、何をダブルネームという言い方をするのかと言いますと、このパッチの部分ですね、 WX までは 501WX と記載されてますが、この501という文字を書いているその上ですね、すごく小さいんですがもう一つ501と書いてます。ちょっとこれは501501なんですが、これのいわゆる本当数年前ですねは501、上の段が 501WX、 下の段が501で、そのモデルもありますけど、その次になると思います。501501、ここで WX 表記が消える、なくなります。で、これもなぜ2段に501501と書いたのかっていうのも、これはちょっとまだいろんな説があります。これだというはっきりした証拠じゃないですけど正式発表はできないかなと思います。ただ66年にWX が終わりますと、この後赤タブが、WX もリーバイスという文字は大文字なんですが、WX が一応終わるその後の呼び名として、このまだ大文字のビッグ E、 これをビッグ E の中でもいわゆる初期型の方ですね、その中の501501ダブルネーム、大変貴重です。もう本当に半年なのか、それもしかしたら数ヶ月かもしれません。67年という言い方で年数的には、合ってると思います。WX のそのまま仕様的には、いろいろ受け継いでおります。隠しリベットと言われる、もちろん WX の最後ではもうこれなくなってるので当然ありませんし、いわゆるウエストシングルステッチ、下がチェーンですね。ウエストシングルという言い方、あとはセンターのこの前が V 止めで、トップボタンの裏、ここの文字、これをちょっと注目したいんですが、トップボタン裏は J
これが多いです。ここにも実はもう1本501501ですねありますが、こちらが L アルファベットの文字なんですけれども、僕も何千本見てるわけじゃないんで言えないんですが、例えばこれも先ほど言ったようにパッチに価値がありです。このパッチが取れてしまうと、これが本当に WA ネームなのかっていうことは断定はできません。ただこの J トップボタンが J とこの L というのを使っているのが多いと言ってもいいと思います。でですね、この年代からこのいわゆる股、ここの部分ですね、ここに缶抜きが入ります。 501WX に関してはここに缶抜きがないです。 100%、ここに缶抜きが入りますとも言えないです。過去に僕はこのダブルネームで缶抜きが入ってないのを見たことはあります。ただこのダブルネーム501501の年代からここに缶抜きが入り始めると、言ってもいいかなと思います。なのでここに缶抜きが入ったら WX ではなくてビッグ E だなっていうふうに、思ってもらえればいいかと思います。あとはここの、ビッグ E のいわゆる中でも初期の頃の特徴ですね。ポケットの後ろのアーク8がやっぱりこのイエローステッチ、これはもうやっぱり、ビッグ E、WX のすぐ後って言い方をしてもいいんですけど、やっぱ黄色を使ってるのはやはり初期の頃かなと。なのでこの辺が67年、8年までこれは続いてるのかなっていうのがまだこれ定かではないんですが、ビッグ E と言われる、大文字、これに関しては、実際、フェイクアルファのデッドストックで確認してますけど、73年頃まではビッグ E というのは使われているので、実際67年から73年頃まではビッグ E を使っています。その中でもいわゆる初期の頃はこの、黄色いステッチを使ってます。後ろから見たらちょっとWX 入ってるように見えるかなと、それもやっぱりこうビッグ E の中でも初期お値段にも反映してきます。ビッグ E の初期用と後期型はまたオレンジ色になってくるので、価格もそれによって少し変わってきます。この501501のこのダブルネームのレアさプラスこの、いわゆるもう鬼ひげって言っていいですね、ひげ、あと後ろも蜂の巣、これもかなり綺麗に入ってます。あと、パッチの実寸パッチのサイズですけど36の31、今実寸で34の29という実寸なんですけど、今このレングスでももう結構普通に履ける方多いので、価格帯としても、結構いいサイズっていうふうに認知されてます。この色落ちだからこそっていうのと501501っていうダブルネームということでもう22万8000円に消費税、WX の価格とちょっと近いですね。やっぱりそのレア度としてそれぐらいの値段価格帯をつけてももういいかなと。あとはプラスこの色落ちがこのジーンズに関しては、綺麗なので、この価格をつけました。もう一本501501がありますと言ったんですけど、こちらも35の34、これもすごいいいサイズですね。縮んで実寸で34の31、これは色、先ほどのよりちょっと落ちてます。これもでも綺麗にひげが出てますし、先ほど言った後ろもやっぱイエローステッチですね。ビッグ E の初期なので、こちらで、14万8000、約15万ですねに消費税になります。もうビッグ E といえどももうほぼ WX に近い、そういった価格帯になっています。で501ビッグ E というカテゴリー一つの中に、先ほどの501501ダブルネームの次に値する、年代でいうとですね、大体68年から69年とか入ってるのかなと。ここももうちょっと確定はできないんですけれども、こちら501の S タイプ、タイプものっていう風な、言い方を、古着用語としてはするんですが、この先ほどと一緒に501の上に S という文字が入ってます。でこれはこの文字もですね、いろんな説があります。私もヴィンテージにハマった20年以上前ですかねの頃の雑誌には S タイプ、A タイプ、あと F タイプですね、あともう一つ
I という I タイプなので、一応この種類、ここの文字が書いてあるのは4種類あります。でこちらがその S タイプなんですけど、これは A タイプです。 A タイプもうマッコンです。おそらく1ウォッシュ、2ウォッシュぐらい入ってるかなっていう程度で、フラッシャーも全部ギャランティーチケット全部残って、完璧なデッドストック。こちらが